皇室の政治上。日本国民の顔である皇族、様々な祭典に出席されるたびに何かと注目を集めている皇族ですが、皆さんは一度くらいは気になったことはありませんか？それは、皇族の政治上について。今回は皇室の夜の営み事情、性生活について紐解いていきたいと思います。近年は、開かれた皇室と言われるように、皇太子昭仁親王が、一般人の正田美智子さんと婚約したことが、開かれた皇室の起源となり、その後も皇族が一般人と結婚するようになっていきました。そんな皇室ですから、私たち国民と同じような教育を受けているはずです。そうであれば、小学校高学年から学ぶ保健体育の中で出てくる性に関する事柄も、同じように学んでいるはずですよね。しかし、そのセクシャリティなことを国民と一緒に学ぶ姿はあまり想像できません。天皇は日本の天使であり国民の象徴です。それゆえ、天皇含め皇族は日本国民の手本となるよう礼儀作法を子供の頃から学ぶこととなります。国民の象徴としていつも礼儀正しく、作法を重んじる印象がありますよね。しかし、彼らも人間です。もちろん国民と同じように、夜の営みがあったからこそ一人一人の皇族が存在しているわけです。いろいろしきたりが多い皇室ですが、そのような政治上にもしきたりはあるのか、そしてその答えは、是です。実は皇室の政治上については、厳しいルールがあるようです。女性皇族の場合は、結婚するまでは純潔を守っていなければならないそうです。さらには皇室では営みのやり方、しきたりやルールについては口頭で直接伝えるしきたりがあるようです。その内容としては、夜の営みの作法、セックスの体位、出産を行わない時期の避妊法などが直接伝えられると言われています。これは実際に結婚を迎え、新婚初夜を迎える皇族に代々伝えられているものです。親から直接教わっているかは定かではありませんが、年頃の男女には少し恥ずかしいかもしれませんね。サポート役がいた。実は天皇家の性生活に欠かせない巫女という存在をご存知でしょうか。巫女と聞いてもイメージするところは神社で神事をしている女性を思い浮かべる方も多いと思います。皇室にもこの巫女がおり、皇族の世話をしてきたと言われています。そしてその世話の一部に、性に関することもあるのだそうです。天皇家や皇族といえば、現代まで子孫を繁栄させてきた人たちですから、そこに関わってきたとされる巫女の役割は非常に重要であったと言えるでしょう。代々の皇太子は、15から18歳頃になると、みそぎという儀式を行います。とても衝撃的な内容なのですが、巫女が皇太子の筆下ろしの手伝いをするというものです。ということは、皇太子の初めての相手は巫女、ということになりますが、どのような方法で行っているのかは不明です。ただ、この儀式において、巫女が性に関する知識や作法を教え、同時に皇太子の生殖機能も確認するとのことです。生殖機能の確認、えぐいですね。現代のカップルであれば、そのほとんどが、二人っきりで初夜を迎えると思いますが、皇族のセックス、特に初夜においては、二人っきりとはいきません。やらなくてはならないことや準備しなければならないことがたくさんあり、巫女による手助けも借りなくてはいけません。初夜の流れは、後ほどご紹介しますが、皇族にとって初夜はとても重要なのです。ですが、二人きりではなく必ず巫女が見守る、というのは何とも言えない複雑な気持ちですね。まず、初夜において一番初めに行うのが、この入浴決済の儀です。これは、体を清めてもらうためのもので、巫女と共に入ります。神父は、服を脱がされ、陰部や殿部に至る隅々まで、巫女の手によって清められます。これは、神父の生殖機能を確認する意味もあります。皇太子については、すでにこの巫女が先のみそぎで確認をしています。正直、これは同性同士でも嫌だと思います。入浴決済を済ませたら、初夜装束という初夜の時のための白い着物を身につけます。これは、新郎新婦ともに身につけることになっており、全裸の上に羽織るとのことです。下着くらいは身につけたい、と思うのはダメなのでしょうか。そしていよいよ初夜の床に入ります。これは別名、三日夜の餅の儀と言われ、初夜の床入りの際には、白餅を用意します。新郎新婦の二人でそれを食べ、子宝に恵まれることを祈ります。これが終われば、いよいよ、です。さてここからは営みをすることになりますが、なんと初夜には海添人と呼ばれる人が、二人の行事を最初から最後まで見届けるというのです。この海添人というのは、巫女がやっていたとも言われていますが、見届けるというよりも、もはやこれは監視ではないでしょうか。
そして、新婦は純血である必要があったので、営みの後は、シーツに血がついているかどうか確認をしていたそうです。しかし、初めてだったからといって必ずしも血が出るとは限りません。血が確認できなかったらどうなるのでしょうか。ちなみにこれらの儀式は大正時代頃までの皇室で行われてきたと伝えられています。大正時代といえば約100年前ですから、そう遠くない過去の話ですよね。しかし、伝統としきたりを重んじる天皇家ですから、一部のしきたりは残っているのかもしれません。実際のところはわかりませんが、100代以上続く天皇家の歴史の中で、伝統を受け継ぐそれぞれの時代の、日本人の姿を映してきた天皇ですから、性生活におけるしきたりも時代とともに変化しているのではないでしょうか。過去に噂になった政治上。そして次は過去に噂になった皇室の政治上について紹介していきたいと思います。まずは明治天皇と側室についてです。側室とは、皇后の他に公的に認められた妾などのことを言いますが、明治時代までは、皇室にも側室制度が残っていました。明治天皇には公的な側室が5人いたと言われており、5男10女の子供を設けていますが、そのほとんどが幼いうちに亡くなっており、男子に限って言うと、成人したのは1人だけです。そして、明治天皇と昭憲皇太后は子宝に恵まれなかったため、その男の子が皇位を継ぎ、大正天皇となりました。そして大正天皇の実母は昭憲皇太后ではなく、なんと柳原成子という側室だったのです。側室制度は公に認められた制度であるので、これらの事実は悪いことではないのですが、他言無用のタブーとされていたとのことです。皇族だと色々あって大変ですね。次は大正天皇についてです。明治天皇の妻、昭憲皇太后には山川美智子という女性が仕えていました。彼女の実録書記には、大正天皇から受けたストーカーとも言える行為が記されていたそうです。大正天皇はこの山川美智子という女性にかなりのご執心だったようで、何度も口説き、時には関係を迫ったというのです。山川美智子が離れようとしても、執拗につきまとい、彼女が結婚するとなった際には、彼女の弟に様子を見に行くように頼んだとまで言われています。皇族といえども、一人の男だったのですね。皇族の海外留学。そして目立つ言動や行動をされていたのが、高円宮家の継子様。近年で一番のスキャンダルを起こした人物と言っても過言ではないでしょう。継子様は21歳の時に、イギリスの大学に留学していますが、中退して、緊急帰国しています。問題となったのは、週刊文春が報じた継子様本人によるミクシーへの投稿記事です。昨日はねアジアンでめっちゃ騒いだ。王様ゲームやったけどエロ系一切なしでつまんなかった。彼氏、三角関係の末泥沼化して終わった。ビバ、波乱万丈。さらに別サイトでは、国籍によってキスやエッチの仕方が違うのかどうか、検証中です。いや、てかマジで違うから、と、記載しています。なかなかファンキーな投稿が多く、びっくりです。そして上皇陛下も23歳の時に、イギリスの大学に留学しています。スキャンダルこそないものの、当時の留学経験について以下のように語っています。再びオックスフォードを訪れるときは、今のように自由な一学生としてこの街を見て回ることはできないであろう。おそらく街そのものは今後も変わらないが、変わるのは自分の立場であろうなどと考えると、妙な焦燥感に襲われ、いっそこのまま時間が止まってくれたらなどと考えてしまう。皇族にとってはいかに海外留学をしている時が自由な時間であったのかがわかる一言ですね。そして何かと話題になっていた、秋篠宮家の眞子さまと小室圭さん。眞子さまもイギリスの大学に留学しています。小室さんは長期休暇を利用して、会いに行っていたようです。また、日本国内で SP がつくとはいえ、ホテルなどの宿泊先で部屋の中にまでは張り付きませんよね。ですので、眞子さまもしくは小室さんが部屋に招き入れようと思えば、できるわけです。この時ばかりは皇室のしがらみもなく、自由にできたのでしょう。これらのことから、SP や家族、その他すべてのことから唯一自由になれるのは海外留学で、皇族たちはそこで性生活を満喫しているのではないかと思われます。主だったスキャンダルは継子様の一件だけですが、血気盛んな年頃に、これだけ自由な海外生活で、むしろ何もないことの方が不思議ですよね。種散らしの儀。ちなみに皇族の性生活では、種散らしの儀なるものがあると、一時期にチャンネルを中心に、大きな話題を呼びました。一体、
種散らしの儀とはどういったことをするのでしょうか。結論から言うと種散らしの儀とは、皇族男性の自慰行為のやり方をまとめたものです。儀とついているので、わざわざ儀式的な形式でされているのでしょうか。実際の資料に載っていたという種散らしの儀のエピソードを紹介します。1、昼頃に皇族が呼びたい者の名前を挙げる。2、実在しない人物の名前を挙げた場合侍従は一旦そのような方はいらっしゃいませんという。3、皇族はもうよい、下がれという。4、侍従たちはアニメ会社に連絡を取り、屏風の準備を始める。5、夜になると侍従が皇族の部屋の戸を叩き参りましたという。6、侍従は皇族を別室に案内する。7、皇族が案内される部屋には屏風が置かれているが、同時に通常のセックスをするようなセッティングがされている。8、侍従がなんとか連れて参りましたが、私どもが呼びかけても屏風の中から出てきませんので、あとはご自分でお呼び出しくださいという。9、その後の G については特に決まっていることはない。10、G を終えて侍従を呼び出す時には屏風の中に戻られたという。これはいくつかおかしな点があるので捏造だと思われます。まずアニメ会社が出てくることがおかしいですね。つまりはエッチなアニメの話を見て G 行為をする、ということでしょうか。他にも種散らしの儀について書かれていたエピソードを紹介します。1、まず、沐浴を行い、身を清めます。2、種散らしの儀用の礼服を着用します。3、裸体の書かれた屏風を用意します。4、懐紙を乗せた四方を、その前に置きます。5、四方の前に座し、右手でごぼうを握ります。左手は、膝の横に置きます。6、屏風の絵を鑑賞しながら、右手を前後に動かし、ごぼうを摩擦いたします。7、チラシの気配があれば、四方の返しを左手に取り、ごぼうの前を軽く押さえます。8、心の点に至る時も、種はこぼし遊ばぬよう、返しで受け止めます。9、良いと合図いたしますと、侍女が部屋に入ります。10、侍女のお相手はいかがなされましたの言葉には、もう帰られたと答えます。11、屏風に一礼し、座したまま3歩下がります。12、立ち上がり、もう一礼して、16歩で部屋を出、儀を終えます。こちらもおかしな日本語が多いのですが、検証してみましょう。文章の中にお坊という言葉がありますが日本語にそんな言葉は存在しません。多分、皇族の一物を表しているのだと思われます。そもそも皇族の一物を棒で表すことはありえません。また、一番初めに沐浴を行うと書かれています。これは体を水で洗い清めることです。ですので、最初に沐浴することはわかるのですが、G 行為後に沐浴を行わないのはなぜでしょうか。そして今回の儀式の中で侍女が出てきますが、この侍女が何のためにいるのか意味不明です。お相手の女性が部屋に入ったのかどうかを確認もしていないのに、皇族に呼ばれた後にお相手はいかがなされましたと聞くのは矛盾しています。以上の点でこれらの種散らしの儀は完全に捏造されたものであると思われます。ですが、世間とは離れて形式に縛られた皇室でもありますから、このような行為のやり方も、教えることが必要だったのかもしれませんね。種散らしの儀の本物があれば見てみたいものです。あなたはここまでの皇室の政治上についての動画を見て、どう思われましたか？まず、巫女が行うみそぎ。皇太子に性の手ほどきをしているそうですが、本当に挿入まで行っているのかはわかりませんが、一通りの流れは行うようです。一般人の私たちからするとびっくりですが、これは皇太子だけだったのでしょうか？他に王子がいた場合はどうなるのでしょうか？そして、種散らしの儀。裸の屏風を見て G をするやり方が、まとめられているそうですが、屏風を見て G 行為は実際にできるものなのでしょうか？これはさすがに想像力が問われると思われます。そして皇族、天皇の書やの迎え方についてですが、営みをする本人たちと一緒に先ほどご紹介した巫女も、入浴するのです。一緒に入浴した巫女は二人の体をよく洗い、今一度営みのやり方について説明を行うそうです。正直、書やの雰囲気がぶち壊しな気がするのですが、一般のカップルとの書やとは事情が違うので、仕方のないことなのでしょうか。正直不憫な気がしてなりません。さらには皇族には監視をされながら営みをしている噂もあります。これは先ほどご紹介した書やの儀式の際にもお伝えしましたが、巫女によって監視された営みをしているのは真実なのでしょう。書やには巫女がついて営みを行うことが儀式の決まりとされていますが、通常の営みはどうなのでしょうか。通常時の営みについては巫女が監視しているという情報は見つけられませんでしたが、何かあった時のためにそばで待機していることは間違いないでしょう。
天皇、皇族では、一般人の私たちでは理解できないような営みに関する儀式が行われていました。これも国民の象徴と言われるがゆえの仕方のないことですが、通常良い思い出になるような所山で、人に監視されながら営みをするなんて、少しかわいそうな気持ちにもなります。一方で現代ではそういった性の自由が認められてきたのか、婚前に性交渉することも NG ではないようです。普段常に周りからの視線に見張られていたり、色々なしきたりに縛られている分、性事情くらいは自由であると良いですね。